今回はフォアハンドのバックスイングの時の足の動きのお話です。まず、これまでなんであまり腕の動きばっかりで足の動きはしなかったのかというと、腕のこの動きさえできれば足の動きはどれでも OK だからです。これを最優先にやってくれれば足はどうなってもいいです。だいたい足の動きを制限するように腕の動きを教えています。なので、両手でこう持ってきて体をターンしながら両手で後ろの方まで、向こうが前で後ろとすると後ろの方まで持ってくると、だいたい体重も右足にかかりやすいとか、そういう風にちょっとなるように腕の動きを教えました。なので、フォア側にボールが飛んできたら、とりあえずこのバックスイングの仕方で構えていただきたいと思います。それ以外のやつをやると、その後のいろんな打ち方の解説をしたいんですけども、それは話がつながらなくなるので、この動きはまず押さえておいてください。あとは足はあんまり関係ないです。どれでも OK です。これができるなら。でもう足の話はもうそれで以上です。なんで、これだとちょっと面白くないので、オープンスタンスについてちょっとだけ、紹介しますので、参考にしてください。まず向こうが前だとして構えて、フォアハンド側であまり移動がないやつですね。移動がない場合、どういうふうにオープンスタンスで構えるか。体をターンさせて、で右足のつま先を横にします。でその後左足を踏み替えるんですけども、その時に、今ラインをまたごした状態からスタートしますね。分かりやすいように右足が体の下に入って左足が横にはみ出るっていう形になるように踏み替えると、その場に来た球は打ちやすいです。こっちになります。これ間違ったらダメなのは、こう体重がこっち側に来てしまわないように、ちょっと頭の位置を見てて、こう入るのが分かりますか。であって、こっちには行ってないですよ。こっちには行ってない。こっち側です。ちょっとこっち側に倒れるような形で、足が終わった時に手が終わるように合わせます。ここで開くようにして、これは腕の動きをやった後に足はやらないように気をつけてください。それとか足をやった後に腕をやったりっていうのじゃなくて、ここからこのターンからのこの足の動きまではいっぺんに終わった方がいいです。よいしょ。これが理想ですね。で必ずしもこれではないですからね。これになる方がいろいろ融通が利くというのは融通が利きます。だけど必ずしもこうしないといけないってわけじゃないです。例えば、長い打ち合いだったらこうやって打つ余裕はいろいろあるんですけど、でも実際にボレー対ストロークとかになるとあんまりしっかり構えられないですよね。短い球もあるし、いろんなところに飛んでくるわけなんで、前後左右に動かないといけない場合、すぐに前に行かないといけない場合なんか、こうやってたらこの間に球終わってしまうんで、その時はちょっと動きがあって構えたりする場合もあります。だけど、基本的にはもうこっち側にやって、この構えから動いてほしいです。この構えから動く練習をまずはやってほしいです。いろんな短い球もあると思うんですけど、ここからスタート。だから要するにこのバックスイングが終わったこの姿勢から一歩目を踏み出してほしいです。こっちに行くにしても下がるにしても、よくある間違いとしてはですね、移動した後にこうやるんです。移動して動かなくていい、大体打球ポイントに入った時にこれやる人がいるんだけど、これだと振り遅れが多くなりますね。そこまでいけたんだけど引いてなかったみたいになるとミスが増えるので、久保田テニス教室では先に構えを作って、その状態から移動になっています。でそこにボールのところに行けたんだったら打てるようにしたいっていうことでやっています。振り遅れなくね、構えてそこに行けたんだったら確実に間に合って打てるっていう状態を作りたいので、先に構えにしてます。バックスイングにしてます。それから移動で、やはりさっきも言ったように短い球とか相手がドロップショットを打った時なんか先にやっぱり移動することもあるんですけれども、それはもう、大体移動の中間地点あたりで構えに入って、それからスイングスタートになってきます。だからボールのところに完全に行ってしまって構えるってことはないです。よろしいでしょうか。この構えをやった後の移動を練習してください。だから多分バックスイング遅い人なんかはすごい違和感があると思います。最初はこう行って引いて打ちたいと思うんで、
この位置から動かないといけないです。それ気持ち悪い感じあるかもしれないけど、すごくスイング自体は楽になるし、球もよく見えるし、ちょっと全然余裕が違ってきますよね。腕のこの負荷もいって引いて打つとすごい力が入るんだけど、引いといてあとは前に出すだけだったらそんなに力はいらないはずなので、だいぶ楽になると思います。呼吸も楽になるし、球もよく見えるし、でコントロールもしやすくなるっていうことになるとつながると思うんで、まずは構えてそれからの移動にしてください。で、ちょっと悪い例も少し見せたいと思うので、ちょっと壁の方でやってみます。まず正しい方から構えて、それから移動して打つ。ここで構えて、それから移動して打つ。ここで構えて移動して、それから打つっていうんです。前に移動するときも構えて前に移動して打つ。下がって打つときもここで構えて下がってそれから間に合う。とにかく振り遅れをできるだけ避けたいです。で、間違った方はどういうふうにするかというと、このまま行ってここで構えようと。わかります？構えずに行って行ったところで構えようとして間に合わないっていうことになるんで、これはできるだけ避けたいです。こう行ってこれは遅い。正しくは構えて余裕持って打ちたい。もうこの辺りで構えて、ここから振り出すことになると思う。構えてもう振り出す。正しい方構えて余裕持って振る。構えて余裕を持って振る。これが球を見やすくするコツなので、まずはそのフォア側に来たんだったら構えて、間違えてもいいから早くやっとけば切り返せるという話もしたんで、とにかく、バックスイングの振り遅れというのはないように足をターンするということが大事になると思います。で、それ以外は特に考えない方がいいですね。まず全部を考えるとなかなか動かないんですよね、みんな。でもこう腕っていうのは使い勝手がいいので、腕の動きをまず覚えることで足をこう動かしてくれるとすごく楽になると思います。自分で確認しやすいと思います。楽っていうのはこれをやってとやると、もうこっちを先にしようと思うと手がもう分かんなくなるんで、手をやって自然に足のターンができて、しかも体重が右足側に来てってなればだいたい成功なんで、あとはもう球に合わせるだけです。そういう状態になればいいと思います。フットワークに関してはもうその状況によっての足の動きというのはもう数えきれないぐらいあります。なんで、これでやりなさいっていうわけではないので、ちょっとその時その時のその状況に合わせる説明をしないといけなくなるんですね。で、それはちょっと時間があって余裕がある時にまた動画を作りたいと思います。今回は以上です。